どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 Apple Watch シリーズ9もうすぐ出るよ。出ます。次の新型である Apple Watch シリーズ9ですね。こちらについて最後に見ていきましょうか。毎年秋にね、新製品発表されるんですけども、発表会がね、もう近づいております。火曜かな。水曜の夜中に発表会決まってますので、デザインとかね、新機能あたり全部まとめていきたいかなと思います。で、前回、iPhone 15動画ね、これ非常に好評ですので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。まずは、デザインなんですけど、シリーズ9ね、安心してください。変わりません。履いてます。基本的にはね、もう今のモデルと同じかなと思いますね。ケースサイズが41と 44mm っていうね、大きさですね。言われてるところであると、もしあるのであれば変化が、ベゼルの幅っていうね、画面のこの黒い縁のところが、細くなるんじゃないかってね、言われたりとか、はい。ここ iPhone 15もですね、そこも細くなるんじゃないかって言われてるので、もしかしたらっていうところなんですけど、あと本体の薄型化とかね、噂とかは、いくつかあるんですけども、多分変わんないんじゃないかなと思いますね。去年とかもね、結構変わる言われて変わんなかったんで、変わんないと思いますね。こんな感じでシリーズ9と、あとウルトラですね。ウルトラも出ると思うんですけど、予想の画像とかもあります。あと材質というかね、素材みたいなところも、おそらく同じだろうということで、今一応そのアルミですね。低価格なアルミニウムと耐久性ある、ステンレスですね。光沢感あるモデルがあるんですけども、で、あと Apple Watch ウルトラだけ、チタニウムっていうね、素材になってます。軽くて丈夫っていうところですね。iPhone 15も使われそうなので多分ね、来ると思うんですけど、多分変わんないかなって感じ。カラーバリエーションについては、こちらも基本ね、あんま変わんないだろうっていうところで、今、どんな感じかというと、アルミニウムの場合がですね、ブラック、スターライト、グリーン、ブルー、レッドみたいな。ただグリーンとブルーね、シリーズ8ですね。今のモデル、ブルーとグリーンですね、なくなっちゃったので、どうなるのかわかんないんですけども、ブルーぐらいは出してほしいですけどね。ただ今回一応新色としてですね、今噂があるのはピンクなんですよね。と言いますのも、iPhone 15もですね、ピンクのカラーが、久々に出るんじゃないかみたいな。久々でもないか。出るんじゃないかっていうね、ことがございまして、Apple Watch とやっぱ iPhone ね、合わせて使うものなので、期待していいんじゃないかなと思います。なのでこのピンクとウルトラとちょっとこのチタニウムのブラックのモデルが出るんじゃないかっていう噂がございまして、iPhone 15のね、結構このカラーとかがね、これ前回の動画で載せたやつですけど、結構ヒントになるんじゃないかなと思います。淡い感じのね、四隅がこう、ちょっと丸くなったイメージなので、いや、これもなかなかいいなっていう感じなんですけど、はい。ということで皆さんはね、カラー、何色使ってますか？ Apple Watch とか。はい。iPhone でもいいんですけど、逆にじゃあどういった色が欲しいですかね？ぜひコメントいただければと思います。僕はやっぱりグリーンとかね、でも iPhone にイエローあるんでね、ちょっと薄めなイエローとか出たら可愛いなと思うんですけど、Apple Watch。このステンレスのモデルはシルバー、グラファイト、ゴールド、3色展開なんですけども、ただ iPhone がね、ゴールドなくなるっていう噂があるので、そこら辺はちょっと注目してみたいかなと思ってます。はい。わかんないけど。シリーズ7はね、チタニウムっていうモデルがありました。もしかしたらどうですかね。復活わかんないけど。はい。ないと思うけど。ウルトラの方はさっき言ったように新色がですね、黒のチタンモデルが出るんじゃないかと言われております。カラーは一色ですね。ナチュラルみたいなやつだったかな。しかないので、もともとどうやらスペースブラックというか、黒のモデルも出すみたいだったんですけど、それが遅れて今年になったっていう説があります。はい。わかんないけど。新しいバンドの噂とかもありまして、モダンバックルっていう後ろでカチャってね、磁石でくっつける高級感あるラインナップあるんですが、そのモダンバックルに、レザーなんですけども、素材がウーブンナイロンっていうちょっと軽めの素材、防水とかに優れた、濡れても乾いたりするような素材になるんじゃないかなという、編み込み素材みたいな感じですよね。出るんじゃないかという噂がございます。ね、どうなんですかね、これは。どうですか皆さん、どんなバンドをお使いですかね、Apple Watch。なんかお気に入りのバンドとかあればね、教えてほしいんですけど、あとどんなバンドが欲しいですかってぜひコメントいただければと思うんですが、あとね、今回ちょっとね、紹介したいものがございまして、ピタカのね、このバンド、今つけてるもんなんですけども、これ一応提供していただいたんですが、Apple Watchのバンドですね。これね、まずめちゃくちゃ軽い。超軽量ということで 31g なんですよね。素材が、カーボンファイバーと、アラミド繊維っていうのが混ざってるんですけど、丈夫で、軽いっていうのが非常に特徴になります。つけ心地なかなかいいです、これ。なんか見た目はちょっとごつく見えるんですけど、意外と軽い。磁石でこう、後ろカチャッとくっつけるタイプなので、着脱というかね、手からこう外すとき、つけるときも非常にめちゃめちゃ楽です。ただ、全然簡単に外れたりはしないですね。面白いのが Apple Watch のね、この
バンド全モデル対応しております。だいたい40ミリとかね、40、44ミリとか、大きいサイズ、小さいサイズでそれぞれバンドってサイズが違ったりするんですけど、これなんとね、全モデルいけます。40から49ミリまで、ウルトラまでいけるんで、全部のアプローチで使えます。これがちょっとね、面白いところ。サイズ調整は自分でできます、これ。カーボンファイバーとこのアラミド繊維っていうね、ちょっとね、面白いんですけどね、はい。で、こういったピンとかがついてて、自分でこう調整してやる感じですね。最初やれば、ね、大丈夫なんで、そんなに特に不便さはないかなっていう。最初ちょっとだけ、調整が必要なんですけども、ただこれ自分でできます。防水性とかですね、全然普通に僕このまま、サウナでね、サウナ入ったりしてるんですけども、全然大丈夫ですね。水風呂とか結構100度ぐらいのサウナとか入ってるんですけど、全然大丈夫。結構丈夫。全然水とかも問題なく使えます。モダンっていうね、モデルなんですけども、あといくつかね、新しいのも出るみたいです。なのでそちらもちょっとレビューしようと思いますので、気になる方はちょっと概要欄からチェックしてもらえばなと思います。はい。ちょっとだけ見せようかな。これなんか折り目模様みたいなやつですね。めちゃくちゃいいよな。これバンドがここで着脱できます。さっと。裏こんな感じか。結構シンプルっちゃシンプルかな。でもこのまま、磁石で、カチッといけるんでね。パチッといけるんで、これめちゃくちゃ楽。気になる方はちょっと概要欄からチェックしてもらえばなと思います。であと新機能ね、サクッと期待できそうな新機能を3つほどちょっとご紹介したいかなと思います。1つ目がチップ性能の進化というところで、アプローチのチップって S なんとかチップとか、今 S8 かな、シリーズ8なんですけども、一応678とか、ナンバリングでこう数は大きくなってるんですけど、実際の中身は今 S8 チップ自体はアプローチシリーズ6の S6 チップと中身は一緒だと言われております。2020年のままなんですよね。これが今回ようやく新しいチップが入るということで、これ S9 チップが iPhone のですね13に搭載されている A15 チップですかねと、同じものが入るんじゃないかと、ベースにしたものが入ると言われております。はい。じゃあこれで何が変わるかというところなんですけど、動作がもちろんねこう早く、さらにこうサクサク動いたりとかですね、特にやっぱバッテリー効率が良くなるので、そのバッテリーですね、消費を抑えれたり、寿命、バッテリー自体の寿命も長くなるんじゃないかっていうことが言われております。これどうなるかちょっとね微妙なところではあるんですけど、新機能2つ目としてはバッテリー駆動時間の向上になります。アプローチの今ね駆動時間というかバッテリー持ちに関しては、最大18時間ですかね。あと高速充電とか、SE でウルトラに関しては最大36時間になってるんですけども、で僕今この使ってるものはシリーズ7なんですけども、1日半ぐらい持つイメージですかね。 1.5 日ぐらいのイメージ、もちろんこれ使い方によりますけど、基本的にはただ毎日バッテリー充電は必要かなっていう感じじゃないですか皆さん。はい、不便がめちゃめちゃあるかっていうわけではないけど、ただやっぱ他のスマートウォッチとか比べますと、普通にやっぱり1週間とか2週間持つものとかね、結構ザラにあったりするんで、1ヶ月とかねなんか、バッテリー持つやつとかもあるんで、ちょっと頑張ってほしいなっていうところなんですけど、特に先ほどの S9 チップって iPhone 13に搭載されてバッテリー持ちね良くなったんですよね。 iPhone 12と13比べると、13で結構良くなったんで、正直14 Pro とかより全然いいんですよね今の。なので、バッテリー駆動時間が今18時間なんで、24時間ぐらいになるんじゃないかということが言われたりしてます。はい。ただここはちょっと微妙な感じはします。なんで 1.5 日のが2日ぐらいになるイメージではあるんですけども、長いに越したことはないかなと思います。ウルトラがやっぱ最大36時間とかなので、それを超えることはないと思うんで、24時間ぐらいが割とリアルなラインなのかなと思ってますね。はい。もし増えるとしたらどうですか皆さん、アプローチの電池持ちどう思いますか？はい。ぜひねここが不満とかコメントいただければと思います。ここは結構唯一の不満点かもしれないですね、使ってて。最後3つ目は衛星経由のこの緊急 SOS っていうものに対応するんじゃないかというところで、いわゆるこの電波がないような状況で、SOS、呼べるっていう機能があるんですけど、iPhone はこれ対応してますが、今のところちょっと残念ながら日本はね対応、地域外になってるんで、使えないんですけど、海外ではね一応まだ欧米のみの対応ですけど、緊急 SOS 機能で衛星通信通じて、確か空がもう見えるところだったらどこでも行けるらしくて、こうやってなんかね電波というか衛星通信探して SOS、助けを呼べるっていう機能があります。でこれがアプローチにも対応するんじゃないかって言われておりますね。実際に助けられた方とかいるらしいですね。日本どうですかね、そろそろ来年ぐらい対応してくれたらいいんですけども、シリーズ8では一応この衝突事故検知っていうのにね、対応 しましたんで、なんかそういった機能はやっぱりね、ありがたいんでね、転倒検知とかあるんで、倒れたらこう自動的に SOS というか救急車呼んでくれるとか、通知が行くとかね、他の人にとかあるんで、ここら辺もちょっとね期待したいところであるんですけど、あとちょっと可能性低いんですけども、もしかしたらっていうところで言うと、血糖値センサーというか、新しいセンサー系ですね。やっぱり今の、ティム・クック CEO はかなりそのヘルスケ
ケアに関してね、健康面に関して、そういった機能を結構重視しております。実際例えば血糖値グルコースモニタリングとかは、サムスンのギャラクシーウォッチとかで、できたりします実際今。ただ今回はねおそらくないとは思います。一応シリーズ8では皮膚温センサーっていうのが搭載されてますけど、あんまり使える範囲は正直そんなにないセンサー系ね新しいものは大体偶数のシリーズで入ってまして、シリーズ4で心電図とか、シリーズ6で血中酸素濃度とか、8でさっき皮膚温センサーとかね、温度が測れたりとかするんですけど、今回なんでなさそうです。アクションボタンとかもね搭載とかもなんか噂はあったんですけども、多分ないんじゃないかなと思います。一応 Apple Watch Ultra にこれ搭載されてるボタンで、このボタンを押したらねなんか例えば新しい自分の好きなアプリをね立ち上げれたりするんですよね。多分でもないんじゃないかなと思います。ただこれ iPhone の方にね搭載されそうなので、iPhone 15ですかね。なんで多分なさそうな気がします。ということで皆さんがね気になるこの新機能なんでしょうか、Apple Watch。こういった機能があったら嬉しいなとか、ぜひあればねコメントいただければと思います。であとウルトラに関しては基本的にはApple Watchねシリーズ9と同じなんですけども、さっき言った S9 チップがこちらも搭載されると、新しいチップですね。でもしかしたらバッテリー持ちに関しても36時間から48時間とか、もしかしたらこのチップ性能のバッテリー効率が良くなって上がるんじゃないかっていう話もあります。ただ個人的にはあんまり確率は高くないと思う。去年出たばっかなんで、でもしかしたらあと本体重量が軽くなるかもっていう噂もございます。これもウェイブかな、中国版のツイッターに載ってたやつなんですけど、今重量的には 61g とか 2g とかで、Apple Watch の一番小さい 40mm のモデルの大体重量的には倍ぐらいあるんですよね。見た目の割には、つけてみると意外とね軽かったんですけど、とはいえ重厚感はあるかなっていう感じはします。でちょっとでも軽くなってくれればね非常に嬉しいのかなというところではあります。であとApple Watch SE に関しては今年はおそらく出ないんじゃないかなと思います。大体2年ごとにね更新されてますので、去年ね、2020年出て22年と去年新しいモデル出たんで、多分出るとしたら来年なのかなと。で Apple Watch シリーズ、X ですね、来年 Apple Watch 10周年になるので、そっちを待ってもいいかなっていう気はするんですけどね、正直ね。ということで SE はないと思う。発売に関しては、アップルイベントがね、9月13日午前2時から日本時間にこれ決まってますので、ここでいろいろ、例えば、iPhone 15とかですね、と一緒に発表されるんじゃないかなと思います。あともしかしたら iPad とかも出るかもしれないんですけど、こちらの詳細、このアップルイベントの動画で出してるんで全部。あとiPhone 15に関してもね、前回載せております。今年もしかしたら、ただ発表会の次の日にもしかしたらこの Apple Store に並ぶかも、現物が見える可能性もございまして、そういうなんかね話がありますね。開催して基本やっぱり発表されて予約が始まってからですね、展示っていうね Apple Store で実物が見えるっていう感じなんですけども、もしかしたらApple Watch も、iPhone はちょっとどうなるかわかんないですけど、見える可能性高いんじゃないかなと思います。去年確かでも予約はねすぐ発表会の時に Apple Watch はすぐ予約できたような気がしたんで、見れる可能性は高いんじゃないかなと思いますんで、次の日 Apple Store 行ったらなんか Apple Watch の新しいの出てるみたいながあるかもしれないです。なんですぐ予約開始になるのかなと思いますけども、ここまで急いで買わなくても多分手に入るんじゃないかなと思います。そんなに大きな変化はないと思うので、価格に関してもそんなにおそらく1回値上げされてるんで、これ以上上がるってことはないんじゃないかなと思います。もしかしたらウルトラはね高くなるかもしれないですけどね。ということで皆さんどの製品が気になりますか、ぜひねコメントいただければと思います。Apple Watch シリーズ9ね、僕はちょっと発表会内容を見て買うかどうか決めようかなと思ってます。iPhone は買うんですけど、シリーズ9はちょっとどうかな。正直シリーズ7でね全然満足してる。バッテリー時間がね伸びたら買うかもしれないですね。やっぱバッテリー持ちがあんまり良くないんですよね。個人的には今シリーズ7が一番、いいのかなっていうか、7と8ほぼ変わんないんで、でちょっと安い価格でね買えるんで、シリーズ7が僕はおすすめです。6でもいいんですけど、画面がちょっと大きいんでね。シリーズ9でもうちょっと新機能について、また別の角度でこうね話したりしてますので、こちらもぜひチェックしてみてください。あと iPhone 15もね、もう全部動画まとめておりますので、ぜひチェックしてみてください。また発表会終わった後も解説動画出しますので、ぜひこの動画が良かったなと思ったら、少しでも良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いやあんま変わんないだろうな。いやでも欲しくなっちゃうんだろうな。カラーによるカラーグリーンお願い。